上乗せする必要はないっていう話なんですけども、将来的に人口が減少していくっていうのは目に見えてるものなので、今のうちに準備しておきましょうっていうことだと思うんですね。子供を持つことも社会への貢献だと思ってまして、私たちが育てている子供たちが、将来の社会の労働力ですとか税収に当然なると思います。独身で選んでる人たちが、その恩恵を、何の負担もなく享受するっていうのは筋がやっぱり通らないと思います。子供を育てること自体が社会に対する重要な貢献になってくるので、社会保険の増額で独身の方も貢献の形を持つべきだと思います。でもそれ子育て支援っていう観点ではそうと思うんですけど、結局少子化が問題なんだとしたら、独身税取っちゃったらブルガリアでもうすでにやったことがある例があるじゃないですか。独身税を取って、その結果みんな結婚資金を貯めれなくて独身も増えたし、子供持てない人も増えたしっていう前例があるんで、同じことになるんじゃないかなと思ってて、根本は子育て支援よりもその先にある少子化対策だと思うんで、その少子化対策にまでたどり着けないで手前の部分で終わっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。税金を上げるんじゃなくて、そもそも子供を増やすというところにフォーカスしなきゃいけないですね。税金を増やしたからといってそれが子供が増えることには限らない。むしろ子供を育てるとか、その準備の資金がなくなるから、ある程度財源確保されて出産一時金が出ますよとか、自分が結婚する妊娠した時のお金がじゃあもらえるんだったら結婚しようがって考える人も確かに出てくるのは来るんじゃないですかね。経済的な理由で結婚とか子供を持てないっていうことは事実現場としてはあると思うので、効果的なものになればなとは思うんですけど、例えば2030年までに何とかしなければいけないって多分政府言ってるんですけど、じゃあ2040年とか35年までにじゃあ結婚の率とかその出生率っていうのを何%までにするんだっていう目標がないっていうのは結構よろしくないんじゃないのとは思うんですよね。社会とつながりがあるってことに幸福度を感じるっていうところはあるので、中島さんとかのちょっと極論的な話で言うと、人とのつながりが減ってくんだよっていう現実は、少子化っていうのは減ってくんだよっていう事実は見てもいいんじゃないのっていうのは思いますね。そこで増税に頼るんじゃないんですよ。現在の税収でいらないところに使ってるっていうのを子育て支援に賄えば、そういう社会とのつながりっていうのもだんだん改善されていくと思うんですね。財政運営の見直しっていうのが最終的に必要だと思うんですけれども、絶対それはそう思うよ。それはそう思いますね。無駄なことめっちゃ多いじゃないですか、普通にやってて、普通に思いますよ。出生率はその KPI も設定しないのも、要はうまくいかなかった時責任を負いたくないとか、あるじゃないですか、そういう大人の事情とか。基本僕はもう期待してないですよね。僕のできることは頑張って稼いで納税することだけど、その使い道っていうのは精査の必要性ありますけど、誰が責任を負うのとか、本当にイーロンとか根本バグったやつがやんないとむずいし、そんな国家を経営してるのは公務員とか政治家なんだから、むずいっすよね。その時点で出生率が未達成だったらボーナスもその率に合わせてカットと、ね、で GDP が上がったらボーナス 何千万もらえると言って国家経営ちゃんとしてほしいよね。儲かってない会社が従業員の給料を減らそうかとかさ、福利厚生減らそうかでしょ。じゃなくてやっぱ経営者って売り上げ伸ばすとかさ、無駄を減らすとかしてウィンウィンウィンにするのに何を言ってんのって感じ。今の時点でもう明らかに無駄じゃんと思う部分ってどういう部分が政治にあると思いますか？教育も医療も軍事も全部ですよ。あんな人いる？全部いらない。そもそも人いるってのはどこにですか？いや、国会の感じとか見てて、こんな人いる？寝てる人めっちゃいますしね、国会中継。そもそも会社でもあんな人数でミーティングとかやんないんですよ。だから意味ないっしょみたいな。IT が出る前の明治と同じことやってるでしょ。もう一回ね、グレートリセットじゃないけど、一回ゼロからどうすべきだって考えたらもう全部変わりますよ、全ての産業が。会社の社会保険の負担についてはどう思いますか？もうしょうがないと思うのか。いや、国民負担率が2000年ぐらいの時 25% ぐらいやったんですよ。税と社会保障の1人当たりね、給料100もらうと 25% 払ってた。今 48%、50% で、あともうちょいしたら 70% とかなんだよ。可処分所得の率が減ってってる。それが負のスパイラルを生んでるから、俺も頭いいこと話してる、だから頭いいのバレちゃう。バレちゃったさまつな細かい議論はね興味ないんだ俺本当は。国の在り方を変えたら元気が出て子供もいっぱい生まれるから、
三輪さんはこの会社の社会負担率どう思いますか？しょうがないっていう部分はありますけど、特に中小企業とかだと、99.7% 中小企業だし、雇用7割っていうところを支えてたりするんで、そこに負担がかかりすぎてしまうと、税理士として中小企業支援をしているので、その経営がしづらくなるっていうところ、だからそのアクセルが踏みづらくなるっていうところは、経済成長に一番いけてないというか、中小企業は一番その GDP の生産性下げてるんで、古いことをやりまくってるので、紙でファックスでどうのこうのとか、そう紙でなんか記帳したりとか、大手のやっぱそこがつながってるので。J カーブって知ってます？ベンチャースタートアップベンチャーって最初の3年でマイナス10億、ね、4年目から5年目で30億儲かると、マイナスプラスで通算の7年10年で黒字ならいいって、アマゾンとか全部ですよ。これ J カーブってこういう潜って損する時もあって、ね、そうだから国家も子供一人産むじゃないですか、成人するんじゃないですか。成人したら生涯で何億って国に払うわけじゃないですか、ね、所得税とか消費税とか全部、ね、ってことは億以上払ってくれる人が国にポコンと生まれたら、それ以下で多少金利とか計算したら2000万上げても大丈夫なんですよ、単年度で見ると急に今年100万人臨時でね出産するとお金がないってなるけど、50年100年で見たら合うんだから、子供一人産んだら男でも女でも1000万ずつやるぞとかっつったらでめちゃくちゃ変わるじゃん。確かに先行投資っていう点だと最終的にその返ってくるっていう点ではありだと思います。ただそれ以前の話で増税する必要がないんです。納税したとして最終的にはそれがいらないところに使われてますよね。裏金とか寝てる議員なんかもそうですね。そこに使われてる時点でもう全部無駄になっちゃってるんですよ。この分をちゃんと軌道修正するってとこから必要だと思います。あとね、スピーカーの中村さんはやっぱりお子さんがいらっしゃるから、そのお子さんの将来を考えたら不安が大きくなってきたっていうことなんですよね。私たちの子供が支えることになると思いますので、独身者の老後の負担を子供たちに貸すっていうのはやっぱり不公平じゃないかなとは思いますね。今でさえも私たちも当然支えてると思うんですね、老人の方々とか。子供見た時に自分たちを今やっとかないと将来子供たちもこれ以上増えたらもう生活できませんよ。負担額が増えて生活全体が困窮してしまう前に、じゃあ今まだ人口がある程度いるんであればみんなから徴収しようよ。だけどその中でも独身者の人が老後負担ってもう正直言って今回これがもうストレートにお子さんがいる瀬能さんに聞いてみましょう。将来的にですね、この独身者の老後負担増えていく、これを子どもたちが支えるのは不公平なんじゃないか、これについてどう思いますか？不公平とは思わないですけどね。子供を産んだからといってうちの子供が将来人を支えるのは優秀になる人の保証もないし、子供がいるからってでかい顔できないなって思う部分もあって、必ずしもお年寄り支えるちゃんとした若者になるかも分かんないから、一つでは何とも一概にも言えないなと思ってます。小徳さんはどうですか？独身で高齢になってもね、めちゃくちゃ納税してくれて活躍してる人かもしれないんで、生涯独身でめちゃくちゃ稼いでた人のイメージがポッと僕も出てこないんで、でもこの人は支えるなとかってなるんじゃないかなってシンプルに思うんで、極論かなっていうのはありますけどね。やっぱり社会とかっていう風な見方をするといろいろ政府がどうだとかって問題出てくると思うんですけど、なんかそもそもその半径5メートルぐらいの今27なんですけど、そのぐらいの話に落とし込んだ時にいい男っていないよねっていう話が一番多くて、こういうところから出生率低いとか結婚しないとかって生まれてんじゃないのって思うと、男もっと頑張ろうぜって思うんですけど。背筋が伸びますこれも少子化対策の一つの考え方。化粧したり脱毛する男の方がいいってこと？いや、そういうことじゃなくて、なんかその山本さんが別に脱毛する必要もなければ、化粧する必要もないんですけど、なんかその清潔感とかそう清潔感とか自信とかオスとしてのかっこよさみたいなもの。そうだから装飾化してんだよ。はい。共働きで女の人のこう収入に依存するというか、そのある程度年収稼がないと女の子だと嫌だとか、達成男だなって思いますもんね。中村さんもそもそもこの独身を選択した人がもっと責任を持つべきだっていう考えなんですよね。独身だった人は独身税っていうのを取るべきだと思います。税金払いたくないから結婚を促進するってこと？
そう偽装結婚とか出てきません？産んだら払うっていう方がいいっすよね。なんかそのネガティブに徴収するっていうよりペナルティだとね、気持ちよくないっていうか。努力してなかった人に対しては罰則じゃないですけども、結婚が努力、子育てが努力。あなた努力されなかったですよね。それって結婚したくてもできなかった人とか経済的にできなかった人とかってどうなるんですか？そこはある程度一定の線引きは必要だとは思います。結婚して離婚した人を取るのか取らないのかっていう問題も出てくると思うんですけど、それだったらば年金とかにパーセンテージ上乗せする、パーセンテージ下げる、そういった方法でも減額するっていう方法もできるんじゃないですか。増額するっていう方向で進んでしまってますよね。独身の人間はいろいろそういう控除とかが受けられない時点でも損してるんですよ。さらにそこに損を上乗せしてくるのか、それが正しいのか、もっと言えば独身の方の中でも貧しい方とか経済的に余裕がない方にそんなもっと負担を強いてまで子供を持ってる家庭に福祉を生むことがそれ自体が正なのかっていうでさっき言った通りそうやって独身税を取ったことによってブルガリアでそう資金がなくて結局少子化が増えましたよさらにっていうのがあるから失敗してるんですよ。他国ではありますけど、独身の方には税金は払ってるとは思います。子育て世帯も同じように払ってます。むしろ子育てのために必要なお金を使ってます。食費だったり塾に通わせる、いろいろな経済を回すって出費をしているということになりますので、経済を回していると私たちは幸いで言えばその子育てでしてますでも独身ですっていう人は独身の人が子育ての人が育休を取ったりするために働いてくれてる部分とかだってあるわけじゃないですか。そういう部分もうちょっと見ていくと助け合いになってるから別にさらに独身税取るとかっていうのはちょっと怖い独身っていうところを選んでいたりとか結婚できなかったりとかっていうところに関してじゃあ人権がないかっていうような話になっちゃいますよね。独身っていうよりもやっぱ出産に対するインセンティブっていうのは絶対必要だと思うんですよ。負担がどんどん増えていく中で子どもたちに負担をさせたくないっていうのがあるんです。中村さんの主張は結構極論ですよね。